はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、ミフで組めるパーティー編成例を紹介していきます。ミフ自体の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない人はぜひご覧ください。ミフはゴリゴリの物理アタッカーではあるんですけど、戦技で襲撃したり、連携技で物理脆弱やシールド付与など、今までの物理アタッカーに比べてできることが多いです。今回は紹介するパーティーのローテーション、おすすめ武器や装備なども解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではパーティー紹介やっていきます。まずはミフをメインアタッカーとして使う物理パーティー。ミフ、チェン、ポグラニチニク、エンバーです。チェンの戦技から連携技をつなげてクラッシュ2、ミフの必殺技でクラッシュ3、ミフの連携技から戦技の2段目、3段目とつなげて大ダメージと、簡単コンボで火力を出せます。周回ステージとかで敵が散らばっているなら、ミフの戦技1段目で襲撃してからチェンの戦技、連携技とつなげてまとめて浮遊、ミフの必殺技、連携技、戦技とつなげてまとめて倒すみたいな動きができますから、いろんなステージで活躍します。その後はポグラニチニクの連携技で SP を回復できますし、もし被弾していればエンバーの連携技が飛んでくるんで、安定感もあって長期戦に向いてますね。各オペレーターの装備はこんな感じ。ミフは新装備の9砲3セット、アクセサリーに鉱山点検定位ビーコンがおすすめ。新装備の9砲セットは3セット効果で攻撃力プラス 8%、 敵に猛撃か破砕を与えるとき、消費する最大クラッシュ弾数に応じて20秒間自身の物理ダメージが上昇。この時、敵が物理脆弱、ブレイク、オリジニウム結晶が付与されている場合、ダメージアップ効果が 1.5 倍になります。能力値も筋力と意志で噛み合ってますし、付属効果でアーツ強度をがっつりと盛れます。ミフは連携技で物理脆弱を付与してから戦技の猛撃でダメージを出すんで、ドンピシャの装備です。武器はモチーフ武器の石英が最適。時点で通行証武器のファントムペイン、時点で星6武器の鏡、時点で星5武器の1000個工場あたりから選択していきましょう。ダパンとかキャッチャーとか物理属性の大金持ちが多いからなのか、代用できる武器が豊富です。それゆえにモチーフ武器の性能が飛び抜けてます。ミフはメインアタッカーなんで、できればモチーフ武器は持っていたいですね。チェンは鉱山点検3セット、腕に旧国プロテクターがおすすめ。チェンの戦技、連携技、必殺技、すべての火力が上がる装備で、3セット効果でブレイク効率も上がります。ミフと組み合わせる場合、しっかりと戦技を使っていくんで、この装備が一番いいなと思います。武器は通行証で手に入る栄光の記憶、星6武器の風矢を、星5武器の鋼鉄余韻、抑止あたりから選択していきましょう。選択肢も多いですし、通行証武器とか星5武器とか凸もさせやすいと思うんで、チェンの武器で困ることはないと思います。ポグラニチニクはパイオニア3セット、胴体に骨砕のマント1がおすすめ。アーツ強度を盛れる火山セットとか制覇セットも考えたんですけど、よく考えたらこのパーティーで戦技を使わないですし、ポグラニチニク自身の火力もそこまで必要としないんで、 SP 回復と同時に味方をバフできるパイオニアにしてます。武器はモチーフ武器、星6武器のテルミットカッター、星5武器の健常鋳造車から選択しましょう。エンバーは生物補助4セット、完全に回復やシールド目的で運用していきます。生物補助は3セット効果で回復効率を盛れますし、味方にダメージ軽減のバフも配れます。アクセサリーは HP アップの生物補助コンタクタ1を装備してシールドの耐久値を高めてもいいかなと思うんですけど、機器契約を見越すなら必殺技より連携技の方が回転率がいいんで、より使う回復を強化した方が効率的という理由で修理針を装備してます。
武器はモチーフ武器の大雷藩、もしくは最後の声。エンバーでも火力を出したいなら鏡か破砕君主から選択しましょう。今まで過剰やろってくらいモチーフ武器が強かったんですが、危機契約の実装でそうじゃなくなるかもね。どれだけシールドを貼っても HP を回復しても貫通してきそうです。恐ろしいですよね。それではローテーションを解説していきます。開幕チェンの戦技2連打でクラッシュ2、連携技でクラッシュ3、そのままミフの連携技で物理脆弱を付与。連携技から派生する戦技の2段目、3段目と打って猛撃ダメージを与えましょう。このローテーションの中で一度でも被弾すればエンバーの連携技でクラッシュを4段階まで貯められます。ここまでが1サイクル。あとはポグラニチニクの連携技で SP を回復して立て直す、そんな感じで大丈夫です。注意してほしいのが連携技のクールタイムですかね。チェンは爆速でクラッシュを貯めてくれる分、なんかミフの連携技がちょっと間に合わないみたいな、そういうタイミングがあるとちょっともったいないので、その辺は注意していきましょう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。とは言ってもそこまで先ほどのローテーションと変わるところはなくて、ポグラニチニクの必殺技を間に挟んで、あとミフの必殺技も挟んでっていう感じですかね。まずポグラニチニクの必殺技で縦兵召喚、チェンの戦技連携技とつなげてクラッシュ2、ミフの必殺技でクラッシュ3、戦技を2段目3段目とつなげて猛撃。あとはポグラニチニクの連携技とか、被弾してればエンバーの連携技とか、その辺で縦兵を最後まで動かしてローテーションは終了になります。結構簡単ですよね。ミフとチェンだけで完結してるんで、その辺は魅力かなと思います。続いて先ほど紹介したパーティーにリーフォンを採用した物理パーティー、ミフ、チェン、ポグラニチニク、リーフォンです。エンバーをリーフォンに変更しただけですね。ただリーフォンを物理パーティーに採用するだけでローテーションがガラッと変わります。耐久ができなくなるということで、機器契約のような高難易度コンテンツだと使いにくいんですが、リーフォンはリンク状態の獲得や物理脆弱、必殺技で一気にクラッシュを稼いだりできて、エンバーを採用するより火力が出ます。なのでボスの勲章を加工したいとか、クリア速度が求められるコンテンツが出れば活躍しますね。そもそも敵の攻撃など当たらなければどうということはないみたいなクロートなら機器契約でも使えるかも。各オペレーターの装備はこんな感じ。リーフォン以外は変更なし。リーフォンは制覇4セットがおすすめ。3セット効果で連携技のクールタイム短縮。自身が連携技を発動するとき15秒間すべてのスキルダメージプラス 20% されます。胴体で必殺チャージの回復効率アップ、ガントレットで全スキルダメージアップ、新しく追加されたアクセサリーで物理ダメージアップと、能力値もドンピシャでそこそこ火力が出る装備です。一応必殺チャージの回復効率をガン盛りするルテン装備も考えたんですけど、ルテンの3セット効果が脆弱を付与すると味方のダメージアップでしたよね。ミフと組む場合、ミフ自身が物理脆弱を負けてリーフォンの連携技条件を満たせるんで、ほぼほぼ戦技を打たないんですよね。それなら制覇の3セット効果で連携技のクールタイムを短縮したり、スキルのダメージを上げた方が強いんじゃないかということで、今回は制覇装備をつけてます。リーフォンの装備難しいよね。武器はモチーフ武器の不残、通行証武器の灯火の使命、星5武器の正義環合がおすすめ。特に灯火の使命と正義環合は必殺チャージの回復効率を盛れるんで、ミフをキャリーしたいなら選択肢に上がります。灯火の使命は武器効果が灼熱ダメージアップで無駄になってしまうんですけど、それでもチャージ効率アップは魅力的です。リーフォンでも火力をガンガン出したいならモチーフ武器を装備させましょう。それではローテーションを見ていきましょう。開幕チェンの戦技2連打でクラッシュ2、
チェンの連携技でクラッシュ3、ミフの連携技で物理脆弱。このタイミングで重攻撃を当ててリーフォンの連携技の発動条件を満たします。クラッシュが3溜まってるんでミフの戦技で猛撃を発動してからリーフォンの連携技でリンク状態獲得。リンク状態をミフの戦技の3段目で消費して大ダメージ。ここまでが1サイクルです。あとはポグラニチニクの連携技で SP を回復して立て直していきましょう。先ほど紹介したパーティーとほとんどローテーションが変わんないんですよね。ただ必殺技が溜まった時のローテーションがもうめちゃくちゃ忙しくてすごい楽しいなのでちょっとね、早速必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。ポグラニチニクの必殺技で盾兵召喚、リーフォンの戦技で物理脆弱、リンク状態も獲得してリーフォンの必殺技、クラッシュが4溜まるんでミフの連携技を入れてから猛撃で消費、3段目までつなげて大ダメージと。で最後に武器や装備のバフがもろもろ乗ったミフの必殺技を打って終了です。クラッシュがね溢れちゃうんですよね溢れたクラッシュは2周目のローテーションにつなげてあげるのが綺麗かなと思います。続いて無課金で組める物理パーティー、ミフ、チェン、アケクリ、アルデリアです。アルデリアの枠はキャッチャーでも大丈夫です。ミフはチェンと組めばダメージを出す基盤は完成するんで、残りの枠はとてつもないほど性能が離れてない限り誰でも大丈夫です。ありがたいよね。ローテーションも1つ目に紹介したパーティーと何ら変わりありません。チェンでクラッシュを付与してミフの猛撃で消費、アケクリで SP 回復と、ミフとチェンのローテーションさえ知ってれば動かせます。なので映像的に動きがないんで実戦は割愛。各オペレーターの装備はこんな感じ。アケクリはパイオニア3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。サブ能力の知性を上げることで連携技の SP 回復量が上がるんで、サブ能力を上げれるパイオニアは最適です。さらに旧国防具で必殺チャージの回復効率まで盛れます。アケクリの強みを全て強化してくれる装備なんで、特にこだわりがなければこちらを装備させましょう。武器は星6武器のテルミットカッター、星5武器の健常通常車から選択しましょう。アルデリアはルテン4セットがおすすめ。必殺チャージの回復効率を上げて必殺技の HP 回復でパーティー全体の耐久力を上げたり、3セット効果で味方にバフを撒いたりと、特に特徴的なところはなく、いつも通りのアルデリアといった感じです。武器はモチーフ武器の創世のささやきがおすすめ。全プレイヤーがもらえる武器なんで一択です。続いてロッシュを採用したダブルアタッカーパーティー、ミフ、ロッシ、ギルベルタ、ペリカです。パーティーを見てもらったらわかると思うんですが、ロッシに比重を置いてます。このパーティーでのミフの役割はロッシが重ねたクラッシュを消費する係みたいな感覚です。ギルベルタの戦技や連携技でロッシの完璧連携を起動させて、さらにロッシの染まる爪痕で物理と灼熱ダメージアップ、重ねたクラッシュをミフの猛撃で消費しながらダメージを出して、ここぞというところでアーツ脆弱をがっつり乗せたロッシの必殺技で瞬殺します。先方オペレーターがいないんで SP 周りはカツカツですが、短期ボス戦などで活躍します。各オペレーターの装備はこんな感じ。ロッシュは MIKB3 セット、腕に旧国プロテクターがおすすめ。ステータスが一致していて3セット効果で会心率をがっつりと盛れます。会心ダメージを与えると灼熱の追加ダメージが発生するロッシに最適です。武器はモチーフ武器のローヒー、時点で栄光の記憶から選択しましょう。どちらも必殺技の火力をがっつりと上げてくれる武器です。会心率を上げてくれるのもグッドですね。ギルベルタはルテン4セットがおすすめ。必殺チャージの回復効率を漏れて3セット効果で味方にバフを負けます。ステータスも一致してるんで特に何も考えずこちらを装備させときましょう。武器はモチーフ武器の使命必達、
時点で作品職責、時点で弔いの歌、この辺りから選択しましょう。ロッシの完璧連携を発動させるために戦技の自然付着を使うんで、自然付着させた時にバフを配る作品職責も選択肢に上がります。ペリカは制覇3セット、胴体に旧国防具がおすすめ。アーツ強度を漏れますし、3セット効果で連携技のクールダウン短縮プラス 15%、 自身が連携技を発動するとき15秒間すべてのスキルダメージプラス 20% と、連携技で感電状態をぐるぐる回し長時間バフを維持できます。能力値も完全に一致してるんで火力貢献も見込めますね。武器は星5武器の荒野瞑想、同じく星5武器の弔いの歌から選択しましょう。荒野瞑想は敵を感電状態にすると15秒間パーティー全体の物理ダメージと電磁ダメージがアップ、ミフの火力が上がります。弔いの歌は必殺技を発動した時と限定的ですが、自身と属性が異なるオペレーターの攻撃力を上げてくれるんで、ロッシュの必殺技にもバフを配ることができます。一長一短です。好きな方を装備させましょう。それではローテーションを見ていきます。開幕ギルベルタの戦技で自然付着、重攻撃を当ててペリカで感電、ギルベルタの連携技でクラッシュ付与、これで完璧連携を発動できます。これでクラッシュ3、ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュ4、ミフの連携技で物理脆弱からのミフの戦技2段目3段目とつなげてダメージを出します。ここまでが1サイクル。ミフの戦技は消費 SP が少ないんでなんとか SP は足りると思います。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきましょう。まずギルベルタの戦技で自然付着、ミフの必殺技でクラッシュ1、ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュ4、ミフの連携技で物理脆弱、このローテーション中に重攻撃を当ててペリカの連携技で感電、あとはクラッシュを消費する前にギルベルタの必殺技でアーツ脆弱、全ての必殺技をぶっ破していきます。これでロダン君は灰すら残らないですね。瞬殺です。最後もロッシュとセットで使っていくんですが、今度はミフに比重を置いてます。ミフ、ロッシ、アケクリ、ポグラニチニクです。先方オペレーターを2体採用することで何も気にせず戦技を打てるようになりますし、それゆえに長期戦に向いてます。ちなみにこのパーティーはカミーユが実装されることで完成します。アケクリの枠をカミーユに変更するという形ですね。で、まだ実装してないんでわからないんですけど、カミーユの SP 回復が過剰になるようならポグラニチニクを抜いてエンバーを採用します。そうすれば高難易度ステージでも活躍するパーティーに早変わりです。まずはこのパーティーを使ってみて、使用感が良かったらカミーユを引く、そんな計画を立ててもいいかもしれません。各オペレーターの装備はこんな感じ。このパーティーでのアケクリは OBJ ケイジンが選択肢に追加されます。先ほど紹介した無課金パーティーでは装備できなかったんですけど、このパーティーにはロッシュが採用されてるんで、ケイジンの灼熱ダメージアップを有効活用できます。テルミットカッターを持ってない人は装備させましょう。それではローテーションを見ていきます。まずアケクリの戦技で灼熱付着、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、これで完璧連携を発動できるんでクラッシュ3、ミフの連携技で物理脆弱付与、そのまま戦技を2段目3段目とつなげてダメージを出します。ここまでが1サイクル。この後はポグラニチニクの連携技で SP を回復したり、敵がブレイクすればアケクリの連携技で SP を回復したりと、しっかりと立て直すことができます。いやー、ミフの戦技3段目すごいよね。迫力めちゃくちゃあるよね。使ってて楽しいっていうのもやっぱポイント高いよね。ミフは引いた方がいいんじゃないかなって個人的には思います。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきましょう。アケクリの戦技で灼熱付着、ポグラニチニクの必殺技で縦兵召喚、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、
その後完璧連携でクラッシュ3、その後明けくりの必殺技で SP 回復プラスリンク状態。このリンク状態をロッシュの必殺技で消費します。あとはミフの必殺技でクラッシュ4、その後ミフの鮮魚をつなげて猛撃。こんな感じです。別にこの順番通りじゃなくてもいいんですけど、クラッシュを付与する前に小倉日肉の必殺技を発動しておくこと、あとは明けくりのリンク状態をロッシュの必殺技で消費すること、これさえ覚えておけば大丈夫です。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターミフで組めるパーティー紹介でした。ミフ自身他のオペレーターと協力してダメージを出すというタイプではなくて、自分で物理脆弱、シールド、クラッシュ付与、猛撃ともうほんと何でもできるお姉さんなんで、ローテーションがシンプルで割と簡単でしたね。しかも簡単なのに猛撃を2連打できるという破格性能ですから、これは物理パーティーが一つ上の高みに行きましたよ。今回紹介したパーティー以外にもこんなオペレーターと相性がいいよみたいなのがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。